How to 日本暮らし。はい、広島でエイジアン始まりました。始まりました。はい。はい、またよろしく一つお願いいたします。よろしくお願いします。本日はですね、衣食住の中でもですね、大事なですね、住むというところでですね、住居、外国の方々からですね、住居をですね、どのような、難しさがあるかとかですね、話してみたいと思います。それでですね、私国のデータを見たんですけれど、外国人がですね一番差別を感じる時っていうので、やっぱりですね家を借りる時にすごく差別を感じたっていう、意見が多いんですね。はい、でどのようなことがあるのかっていうのでですね、ちょっと栗林さんから。はい、確かにね、外国人も仕事をしていろいろね転職もあるのでね、住居を変えることも多いし、家族のことでね変わるんですけどね、その都度悩んでますね。周りの環境、周りの地域の人の受け方もねありますけども、家主あるいは不動産屋さんと交渉する中でね、もう常にトラブル可能性があります。連帯保証人をね求められ、いろいろな形でのですね、それ以上に、いろいろ要求されることがあると思いますよ。でもいろいろねちゃんと対応してくれる不動産屋さんもあるし、うまくやってるところもあります。そしてまたそういう従業員として外国人を雇う時の会社がですね、一枚噛んでその説明をしたりね、うまくやってるところもありますんでね、プラスもマイナスもあるんです。いい方はいいんですけどね、悪い方についてねちょっと我々はできればちょっとコメントをさせていただいて、できればそういう溝に落ち込まないようにしていただきたいなと思ってますね。でやっぱりですね先日私たちもですね実態聞くためにですね近くのね地域のですね地域密着の不動産屋さんですねお話聞きに行ったことがあるんですけれど、やっぱりですね外国人も何人も入居を成立させたって言ってたんですけど、その不動産屋さんもですねやっぱりゴミ出しですよね。一番困るのってゴミ出しで、やっぱり地域の人とか組合長さんとかから、そのゴミ出しが悪いって言って呼び出されて、不動産屋さんも行ってご自身で分別したりとか、注意したりとかって、それが大変って言われてたんですけれど、でもゴミ出しもね外国人ってよくよくこれもね言われる話なんですけれど、日本人も大概ねひどいね出し方してますよね。ゴミ出しの日にね違う分別出したりとかでね、ほったらかしにしてたりとかですね、でやっぱり外国人がねやるとねやっぱり目立つんですよね。で特に透明のビニールとかで韓国語とか中国語のお菓子とか見れたらまたね外国人がやってるってこうね。でも全部の外国人がねやってるわけじゃなくて、ちゃんとできてる人はできてますしね。っていうことでですね、ちょっとゴミについてなんですけれど、日本ってちょっとおかしいぐらい分別がすごい細かいですよね。で中には町内会の人がねこう開けてゴミをこう家の前までこうね持っていくとかね、これないですよねそこまでね分別っていう。確かにね問題は大きいし、地域によってはねうまくやってるところもあるようですし、そしてさっきちょっと言いかけた企業がですね従業員として外国人を雇って寮に、何人か泊めた場合ね、この真っ先に心配しているのはゴミ出しで、会社の社長が例えばベトナム人の5人を連れてね町内会にご挨拶行かれて、うちの会社へこの5人来てますよと、ゴミ出し他ね会社として十分注意しますけども、何か心配事あったら本社へ我が社へねお知らせくださいと、こう一言挨拶するだけでね、町内の会長さんはね、分かりましたということで、今度歓迎会やったと、夏祭りに招いたと、こんなねとこもあるんですよ。広島廿日市であるんです。だからねやり方なんですね。そういうことがあります。で今回ね私一番嬉しかったのは修道大学のね、学生のボランティアがね、これは羽村さんの方で、指導もあったと思うんですけども、ゴミ出しのねマップというか説明書をね、多言語で、
わざわざ作られて配ってこられたんですね。そうですね、あれはね、市の方でが作ってたんですけれど、プリントアウトしてですね、ホームページ上で多言語でゴミ出しを作ってるっていう市のやつは出たんですけど、やっぱりダウンロードしてそのプリントアウトっていうのが、なかなか大きい版なので難しかったんですけど、修道大学、広島のですね、ある修道大学っていうそこの学生のゼミさんがその地域の連携プロジェクトできちんとプリントアウトをしてですね、多言語でですね収めてくれたっていう、それをですねやっぱり町内会さんとかですね、組合さんとか欲しいっていう不動産屋さんにもですね、持ってきましたし、でそのチラシさらにそれをですねやっぱりこうね来た外国人の人に同じ国の人が、先輩とかですねそのコーディネーターみたいな人がいるんですね、世話係さんで、同じ国の人がその言語でそれを説明するっていうのが、大切なんですね。ベトナム人だったらベトナムの先輩が、日本にはこれだけ分別が厳しいから、あなたたちもうちの国とはこう違いますよって言ってね、それでやってですね、神戸の方とかではですね、10年前かなんかではもうしょっちゅうですね相談センターにゴミのクレームみたいな、また外国人がこうねゴミを出し間違ってるっていうのがもうほぼゼロになったっていうですね、だからきちんとですね話して、きちんとそのねお互いで気をつけてやればゴミ出し問題は解決するんですね。はい、それは心よいですね。というような、話でした。ここでひとまずはあれなんですけど、で次にね、ちょっとこう入りたいと思いますのがね、トラブルの中で一番大きな問題はですね、お金の問題。例えば借家するときに、借家人を外国人としますよね、家主さんと直に、あるいは不動産屋が入って、家賃も決めます、礼金も決めます、そして敷金があると、あるところ、ないところもありますけどね、これ大きい額なんですよ。敷金っていうのは多分ですね、外国人もですね、最近若い人たちでも敷金、礼金っていうのがちょっとわからないっていう、どんなものか何これという感じだと思うんですね。でちなみにですね、こういうですねここはですね安心賃貸住宅推進協議会っていうのが出してるですね部屋探しのガイドブック、これはですねいろんな言語でですね日本で部屋を借りる時の注意点とか、もちろんゴミ出しも含めてですねいろいろあるんですけれど、敷金とか礼金とかいうのも書いてあります。便利ですね、そういうのがね。でですね敷金とは家賃の不払いや明け渡すとき、部屋の修理が必要な場合に備えて契約するときに家主に預けておくお金のこと、英語で言うとデポジットっていうのは制度はね確かにあるんですけどね、家賃の2ヶ月分程度が目安です。部屋を明け渡すときに清算し残ったお金は返済されますということでですね、そういうのが説明としてあります。なので敷金っていうのは基本的にあれですね、部屋を汚したりとか傷つけなければ帰ってくるというような、そこなんですね。そこの理解がね必ずしも十分でないんですね。これは日本人でもそうですよ。で外国人となったらねなおさらこれが分からないでしょうからね、そこでトラブルということもあると思います。私もそうです。学生の時に、一度も敷金返ってきたことなかったんですよ。昔そうだよでね、別にね敷金礼金が、今で言えば敷金返ってくるっていうようなのがあれなんですかね、一般的になってきたんですかね。なってきましたね。やはりこれがね国が方針転換じゃないが、指導しております。国土交通省、法務省、そういった国の本省の方からですね、そういう通達が出とるんです。でその現状回復という言い方をするんですけどね、現状というのは何かというと現在の状態という意味じゃなくって、元の漢字で言うと腹ですね、元の状態、現状回復ということを義務付けるということを、そうするとね現状回復をするのを今までは借家人の義務とこういうふうに思われてた、それはね実はそれは家主の基本的な義務なんだというふうに、国がねビシッとそれを知らない弁護士裁判官いないですよ。
だから法廷で争った時ですね、原状回復の費用負担は家主の負担ということになります。それ知ってたら私もね学生時代に多額なね敷金ね取られずに済んだかなって。であともう一つです。ただし、次が、ただ言えることがね、じゃあ何も返ってくるのかと、2ヶ月分納めたけど全部返るかと、その通りというわけにもいかないのは、借り主が契約を違反したという場合、例えばね、ペット飼っちゃいけんよって言ってるのにペット飼ってね、ペットがもう散々かき回したとかね、で鯉とか、鯉でね、この建物これ仕様が面白ないけ壁外してこうやったとかね、そんなことやったらね、それは当然ですよね。だから鯉過失全館注意義務違反という言い方があるんです。難しいけどね、法律上のこの3つのねどれかにはまって、おるとね、その損害は当然借家人が負います。そういうことがありますからね。だからそこをどこでトラブったいうとね、引っ越してしまってその後で問題になることが多いので、引っ越しの前にね、家主さんと借家人はね、不動産屋さんでもいいですけど立ち会うということがね、基本的なルールですよ。でその立ち会う時に借家人の立場で言えばね、できれば部屋を全部写真撮っておくね、押し入れも外し中もね、そのようなぐらいのことをきちっとして、後で申し開きができるようにした方がいいと思いますね。で現状回復というのがそういうことであるというのはですね、建物いうものは時々刻々古びていくわけですよ。壁もね、襖もみんなすすけていくわけですよ。それがみんな借家人の責任となったら、借家人はね、長年おればおるほど敷金返ってこんなということになっちゃうんですが、そうではなくてね、自然に老化していくことについては家主がその家賃の収入の中からね補い用意して、次の借家人を探す、そのための回収をするのは家主さんの方の仕事です。よくね、あれね、なんか畳を次の人が入って来やすいように畳を取り替えるから敷金でその言い訳にするけどね、それは通らないよということですね。これを知っていただければと思います。それが一つですね。でもう一つですね、ここにはですね、礼金についてもですね、書いてあるんです。一応読んでおきたいと思います。契約時に家主に支払うお金です。礼金は関東地方に多く家賃の 1,2 ヶ月分が目安です。礼金は返還されません。最近は礼金なきしでも入居できる部屋もありますということで、最近そうですよね、敷金礼金不要とかですね、多くなりました。そうですね、レンタル保証人不要っていうところもいくつか増えてきましたね。その代わりにね、会社の方はね、いろいろ負担してもらうというか保険みたいなね、そういう制度がある。あと私はですね、日本でも海外でもそうですけど、ゲストハウスとかですね、シェアハウスみたいなの住んでまして、仲間が集まってですね、そういうところはもうその当日から入って特に敷金礼金もないし、家賃をみんなで割るですね、そういうような暮らし方もあるので、今やっぱり若い人たちはさまざまなね暮らし方がありますので、昔のね敷金礼金が2ヶ月行ってっていうね、あんまりねこうねその住みにくくなってきたのかなっていうような雰囲気もあります。で、外国の人でもねそういうシェアハウスとかね、当たり前でしたので、そういうようなやっぱり入りやすいっていうようなところが必要だなという。でもう一つね、あれを言ってください。多言語のね対応がね。そうですね。ですね、このですね、安心住宅ガイドブックはですね、ホームページにあるんですけど、ここの協会さんの方で行けばですね、こういう入居に関する外国人が入居するための方法っていうのもありますし、あと家賃の契約に関する書類っていうのも多言語であります。これは家主さんとかが使うやつですけれど、あともう一つはですね、全国の多言語対応の、不動産の一覧もありまして、例えば広島でしたら両和ハウスさんとか、アットホームさんとかですね、いろいろありまして、でその英語 OK、中国語 OK、ポルトガル語 OK ってありまして、ですごいのがですね、両和ハウスさんのですね、横側の方っていう駅の近くにですね、広島市なんですけど、そこにその外国人専用のお店が、ショップがありまして、そこには中国語、先日電話かけたんですけど、中国語もできますし、ポルトガル語もできますし、英語ももちろんできますし、多言語のその
まあ多分その外国の方々ですね、日本に住まれているその方々が対応してくれて、その部屋を探すとか、ガイダンスもやってくれるっていうですね、そういう不動産屋さんもですね、やっぱり外国人が増えてきたので、そういうようなねサービス増えてるんだなとありました、思いました。街ぐるみでね、そういうふうな受け皿ができるとね、安心ですよね。で、あともう一つですね、こういうですね、こう入国管理局が最近作りましたハーモニーアップっていうあるんですけど、そこでもですね、国土交通省が住居の困難な外国人に対する住宅支援っていうですね、外国人のガイドライン、14カ国語のこの QR コードもありますね。だから国もですね、やっぱり推してですね、外国人の入居を助けようっていうのがですね、やはりですね、今課題となってますのが、外国人にも選んでもらえる街づくりということで、やはり不動産も国も私たち住民も含めてですね、外国の方が住みやすい、ね、環境をね、作っていくっていうことが大事なのではないでしょうかと思いました。わかりました。はい、以上。はい。ということでですね、今回はね住居にしてお話ししました。どうも、はい、ありがとうございました。はい、ハウツー日本暮らし広島でエイジアンでした。さよなら。さよなら。See you.